やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。さて、今回は、なんか、中国製のイヤホン、プロだのマックスだのエボだの X だの、大量のアップデート版が登場してるんだけど、その中には、音が完全に同じものと、そうでないものが混在する。今回は、本当にアップデートしてるのか、見極めるポイントを紹介しよう。見極めるために必要なポイントはざっと3つ。1、外装が変わったか。2、ドライバは変わったか。3、通常版からの発売間隔だ。この3つを重点的に見ていくことで、これ音あんまり変わってないっぽくね、というイヤホンを見分けられるようになると思うぞ。まずは、外装の変化から、外装が変わったから、音が大きく変化した、というのは一概には言えない。ただ、外装を変更しているということは、音に関わる設計を大きく改良している、ということであって、大きな見直しが行われた可能性が高い。逆に、音がほぼ同じもので頻繁に見られる変更は、フェイスプレートや、目につく部分の装飾のみが変更されているパターン。EDX Pro EDS がこのパターンだった。それから、TRN でも MT1 と MT1 Pro がこの仕様に近い。一番ひどいのが 9KZ で、ここはプロとか名乗るときは音が変わるんだけど、最近、他ブランドを模倣したフェイスプレートの新作をバカスカ出してるんだけど、実はフェイスプレートの飾り付け以外が完璧に同じという、カラーひよこみたいなイヤホンがすでに2桁以上登場している。僕も3個ほど掴んでみたんだけど、誤差みたいなもんだった。なので、9KZ の新作というのは着せ替えフェイスプレートの新作だと思うことにしてるぞ。逆に、意外に似せて新作として出してる場合は、チューニングをしっかりと変更しているか、あるいは、同じデザインでも、実際の寸法がかなり違ったりする。この場合は、純粋に小変更で音質を高めたパターンが多い。現ハイファイのエボ名称のモデルがこのタイプに相当するな。続いて、ドライバが変更されてる場合は、音質が大きく変化している可能性が高い。そりゃそうだよな、世代が違うんだもの。ドライバが変化したことによって音が変わったパターンは、ZSN と ZSN Pro とか、ZS10 と ZS10 Pro とか、ZS10 Pro は外装も大きく変化してたよな。それから、TAH と TAH Max も、デザインは似せているんだけど、ドライバのサイズ、材質まで、かなり別物なイヤホンになっている。商品の詳細欄で違う素材の名前とかが出てきたら、これは変化が楽しめる、と思っていいだろう。逆に、完全に同じドライバーを使っている場合、最大限好意的に解釈して、選別品とかになるので、意外と手持ちのもので満足していて、上を目指す場合には変化はとても小さい場合が多い。ドライバーのスペックはよく観察するべきだ。そして最後に注目したいのが、発売時期の差。基本的に、中華イヤホンは成長中の業界なので、時間が空けば開くほど、同じ商品を購入してもどんどん精度が上がっている。過去に不満があった商品も、今手に取ってみると工作精度と熟練によって、より優秀な製品に変貌を遂げている場合が多い。僕の場合は、ZSN Pro X でこのパターンを強く意識した。逆に、6ヶ月程度で新作が出てたりすると、ちょっと変化を見つけるのに苦しむことになるな。プロやエボとノーマル版を揃えるなら、発売時期に1年程度開いているものを探した方が、基本的には変化や進歩を体感できるものを手に入れられると思うぞ。というわけで、同じものにプロってつけなければ全部解決する話なんだけど、中華イヤホンとかいう魔境に足を踏み入れたからには、必要なのは自己防衛と諦めの心。同じイヤホンに感じたら、これ同じじゃねえか、と踊りながら罵倒するくらいの楽しむ気持ちがないと、プロには手を出しづらいな。よくわかんない人は音変わったぞ、というレギュラーの意見をお待ちいただきたい。CRA と CRA とか絶対あんま音変わってないだろと思ってたら全然違ったからな。CRA 派おすすめだ。といった感じで今回はここまで。中華イヤホンの道はまだまだ続く。